のすごい花粉が飛んでますね。さあ、我々シリーズルームツアー始めましょう。はい、さあどうでしょう。こんな感じでいい感じに仕上がりました。これが1階部分でこんな感じですね。今プロジェクターでこっちね映し出してます、あそこから。でまずこれね、何を作ったかというと階段作ってきました。今ねこんな感じですね。アイアンと木の融合ですね。この踏み板は木で作って30ミリ厚ですね。でこの台の部分ですね、手すりとか、階段本体の部分は鉄で作ってます。横から見るとこんな感じ、シンプルでねとても綺麗な階段ができたと思います。で次に作ったのがこの渡り廊下。これもね鉄で同じように作りました。できるだけねシンプルに、この辺にね柱ができると嫌だったので、ズドンと通して鉄で柱を立てて、やってます。でこっから2階に上がっていきます。でこの壁作ったねコロズバー、これもね最初1回目ちょっと目立たんなっていうことでもう1個謎の2つ並ぶというね。で階段を上がるとこうねバーの部分があって、本当にいいのができましたねこれね。でアクリルの壁があって、ここから映像が見れるということです。ドアがあって、このドアを開けると渡り廊下に行けると。よいしょ。でこれが瞑想ルーム、瞑想で、ここはねなんか茶室のようなイメージですごく小さなドアにしてます。で開けると中に入れて、中はこんな感じで、割と天井は狭いんですけど 9.5 畳の広々とした空間になってます。でここでね僕も何回も瞑想しましたけど、すごく集中できますね。こういう風に照明のコードも変えれます。あそこのセンターのライトもコードが変えれるように、スイッチボットのライトを入れて変えれるようにしてます、間接照明仕込んで、これがエッジコードの融合ですよね。これがこんな感じです。でエアコンつけてもらって、ここにね間接照明のコンセントなんやがあるんで、強引に目隠しを作ってる状態ですね。で次じゃあバーの方行きましょう。なかなかねこっからの景色もかっこいいんですよね。ペンダントライトが下がって、ちょっとガレージにいい雰囲気のねライトを選んでみました。でこの縦が結構苦労したんですよね。こういうね金具も木だとやりやすいんですけど、鉄なんで靴がねいちいち違うんですよね。でねこの落下防止も100寸法間違えて、ここのラインが100長いっていうね、もう即座に下ろして切りました。辛かったね。最後の最後だったんで、もう二度と自分を信用しないぞと思いました。でこのね椅子もねリメイクするために全部磨いて塗装落として、でこのクッションを上から貼り付けて、これデニム生地の生地なんですけど、暗くて締めたかったんでブラックデニムなのかな、これはを買ってきました。ここはねウォルナットで再塗装して仕上げてます。いい雰囲気になりましたね。この天板もねもうビカビカに光ってますね。で今ねお酒がこう並んで、さあねこの棚なんかもね、この裏にある棚ちょっとだけ段差上げて、こういう風に2段に置けるようにしてるんですよね。でその奥にこの間接照明が仕込んであって、こう見るとなんかいい雰囲気のお酒がこう映えるというかにしてます。これがねコロちゃんの厨房ですね。ちょっと狭いんですけど、まあギリギリって感じかな。冷蔵庫があって、シンクあって、冷凍庫あって、あ
嬉しそうにお酒作られてましたね、コロちゃんがここで。中の景色はこんな感じね。ちょうどね、なんかこう手が届く距離で割といろいろやりやすそうなんですよね。このね、アクリルの壁をね、本当に綺麗に仕上がったなと大満足でございます。この角度も好きなんですよね。このバーカンのね、上とかにこうかなり小さいねダウンライトが入ってるんですけど、60パイのダウンライトが入ってて、これをね電気屋さんが本当に最後の最後まで探してくれて本当に助かりました。ここに100パイのダウンライト絶対入れたくないと思ってめちゃくちゃ粘ってくれました。以上ルームツアーでした。いかがでしたでしょうか。この4ヶ月間コロちゃんとコウキと僕と寝食を共にして、コロちゃん宅で、泊まり込みで、作り上げたバーになります。本当にいろんなねことがあって、ほぼですね天国のような時間で楽しいことばかりで終われたなっていう、なんかね言い合いになったりとかもするんですよやっぱり。でもそれをね全部コロちゃんがね吸収してくれて、なんか本当にコロちゃんの偉大さとかもね、いろいろこう生きていくためのなんか勉強になったし、こんな大人になりたいなっていうね、僕の中でも本当にこう学び多い4ヶ月でした。後期も後期でねいろいろできることが増えて、自分的にも喜んでましたけど、特別な、ね、力になったというふうに非常に喜んでました。で僕ら先週、工事が終わってみんなで沖縄に旅行行って、で後期と沖縄で別れて、後期はね東京が出身なんで東京の方に帰りましたけど、僕はまた岡山、兵庫の方にね活動していきたいなというふうに思ってます。で今後の活動なんですけども、一旦ですねお休みをいただいて、動画をね今撮る物件もないんで、ひとまずこの物件探しというものをやろうかなと思っています。物件ともねこう出会いなんで、なかなかねこうすぐにっていうことはいかないし、おそらくですね、もしかしたらもう明日にでも見つかるのかもしれないし、その辺は吟味して、一回ね僕も、そうですね YouTube 始めて4年経ったのかな、4年やってきたんで、一回お休みをいただこうかなと思ってます。充実した時間を過ごして、充電して、またね再開できればなというふうに思ってますので、皆さんチャンネル登録はそのままでお願いいたします。いや本当にね感慨深いものがあるんですけど、週に1回という配信をね、4年間続けてきたんで、ここでねなんか止まるのもと思ったんですけども、やっぱりいろいろ考えることもあって、なかなか難しい部分もあるし、どこまで体がね動くのか、僕も今48ですし、ずっとねこのフルパワーというかね、もうフルギアで動き続けるのってあと何年動けれるのかなっていうのを踏まえながら、なんか人生設計していかないとなというふうに思っています。宿の運営もねしていかないといけないし、古民家のね宿は本当にちゃんとやりたいなと思っているので、うちも力入れつつと思っています。本当にね今までずっと見てくれている視聴者もたくさんいらっしゃって、コメントとかに励まされ、やっぱりああいうのがなかったらなかなか4年もねこういうことができなかったなと思うので、本当にありがとうございます。めちゃくちゃ感謝しています。そうですね、またどっかでお会いできればよろしく思いますので、ぜひこれでお会いしましょう。ありがとうございました。